食べ物まるっと研究所です。今回は海苔の体への影響についてお話しします。海苔にはあまり知られていない驚くべき健康効果が10個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして海苔で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは海苔の健康効果からいってみましょう。海苔の健康効果1つ目はがんの予防です。海苔にはがん予防に効果的な成分が豊富に含まれています。1つ目は不飽和脂肪酸である EPA です。海苔に含まれる EPA は免疫機能を調節したり、がんの原因になる炎症を抑える働きがあるので、がん細胞の発生と増殖を抑えてくれます。2つ目はベータカロテンやビタミン C、ビタミン E といった抗酸化物質です。不規則な生活習慣やストレスなどで体内に過剰に発生した活性酸素は細胞にダメージを与えてしまい、がん細胞の発生につながります。海苔に含まれる抗酸化物質はこの活性酸素を除去、働きを抑制して細胞へのダメージを防ぎ、がんの発生を抑えます。3つ目は食物繊維です。海苔に含まれる食物繊維は腸内の掃除屋で、便と一緒に発がん性物質などを体外に排出してくれます。また腸内環境が整うことで免疫機能が正常に働くようになることもがんの予防につながります。4つ目はポルフィランです。ポルフィランは海苔の細胞壁に含まれていて、海面で海苔の細胞を紫外線や熱、乾燥から守っている成分です。ポルフィランは免疫力の強化やがん発生の原因になる炎症の抑制、がん細胞が自ら死滅するアポトーシスを促進して、がん細胞の発生、増殖を防ぎます。韓国高陵大学の論文でも、海苔から抽出されたポルフィランは、肝がん、子宮頸がん、乳がん、胃がんを抑える効果がある。ポルフィランはアポトーシスの誘導と細胞増殖の阻害を通じて抗がん効果を発揮すると結果が出ています。海苔の健康効果2つ目は心血管疾患の予防です。海苔に含まれる EPA は血液内のコレステロールを減らし、血流を改善する効果があるので、高血圧や血栓症、動脈硬化などの心血管疾患を予防します。また他にも海苔に含まれるベータカロテンやビタミン C、ビタミン E といった抗酸化物質は体内の過剰な活性酸素が血管を傷つけることを防ぎます。これも心血管疾患の予防につながるんですね。筑波大学の研究者が40歳から69歳の男女86,113人を対象にした研究でも、海苔などの海藻類を毎日摂取している人は、ほとんど食べない人に比べて虚血性心疾患発症のリスクが優位に低かったと結果が出ています。そしてさらに、海苔に含まれるポルフィランが血液内のコレステロールを低下させて、高脂血症を防いでくれることも心血管疾患の予防につながります。佐賀県工業技術センターと九州大学のラットの研究でも、海苔に含まれるポリフィランは血液内のコレステロール値の低下によって高脂血症に対抗する効果がある。これによって心血管疾患の予防が達成されると結論付けています。海苔の健康効果3つ目は糖尿病の予防です。海苔に含まれるペプチドは血糖値の上昇を抑える働きがあり、糖尿病発症のリスクを軽減してくれます。熊本県立大学の研究者の論文でも、海苔由来の成分は糖尿病の動物の食後血糖値を下げる効果を示した。これはペプチドが作用した可能性が高い。この成分を活用することで、糖尿病の予防と治療に大きく役立つと結論付けています。また他にも海苔に含まれるポルフィランは、インスリンの働きをサポートするホルモン、アディポネクチンを増やす働きがあります。これによって血糖値が正常範囲に保たれ、糖尿病の予防に役立つというわけですね。京都大学の研究でも、2型糖尿病モデルマウスに海苔のポルフィランを含む餌を与えると、アディポネクチンのレベルが優位に増加した。ポルフィランは糖尿病におけるグルコース代謝を改善する可能性があるとしています。
海苔の健康効果4つ目は腸内環境を整えるです。海苔に含まれる水溶性食物繊維は腸の中で水分を吸収して便を柔らかくするとともに腸内の滑りを良くして排便を促します。さらに水溶性食物繊維は腸内細菌の餌になるので腸内の善玉菌が増えて腸内環境が整っていくんですね。石川県農業短期大学の実験でもラットに海苔を7日間与えると善玉菌であるビフィズス菌の数が優位に増加したと結果が出ています。また他にも海苔に含まれるグリセロールガラクトシドには腸内のビフィズス菌を増やす働きがあるので、これも腸内環境改善に効果を発揮します。水産研究教育機構と熊本県水産研究センターの研究でも、色落ち海苔には強いビフィズス菌増殖促進物質であるグリセロールガラクトシドが大量に含まれると発表しています。さらに他にも、海苔に含まれるポルフィランは便の量を増やして便秘解消に役立ちます。東京海洋大学の論文でも、海苔に含まれるポルフィランは糞便重量を増加させて腸内環境改善効果があると結論付けています。海苔の健康効果5つ目は貧血の予防です。鉄欠乏性貧血を予防するには、食事から鉄分を十分に摂ることが大切です。海苔には鉄が含まれていて、京都大学の研究でも、海苔の鉄分含有量は豆類、穀類、野菜、果物などの植物由来食品の中でもかなり高いことが分かった。海苔は鉄の栄養源として優れていると結論付けています。さらに海苔には鉄分だけでなく、葉酸やビタミン B12 も含まれていて、血液内の赤血球を作り出すサポートをしてくれるので、これも貧血の予防につながります。海苔の健康効果6つ目は免疫力アップです。海苔には粘膜を正常に保って免疫力を高めるベータカロテン、免疫細胞の7割が存在する腸内の環境を整える食物繊維、免疫力に関係する白血球の働きをサポートするビタミン C など、免疫力を高めてくれる成分が豊富に含まれています。韓国ウルサン大学のマウスの研究でも、海苔抽出物は体内に侵入したウイルスなどを食べるマクロファージの免疫応答を強化すると結果が出ています。他にも、崇城大学の論文では、海苔抽出物は免疫の司令塔である T 細胞とウイルス感染細胞などを見つけて攻撃する NK 細胞を活性化させると結論付けています。海苔の健康効果7つ目はダイエット効果です。海苔に含まれるポルフィランは腸からの脂肪吸収を抑制して肥満を防ぐ効果があります。佐賀県工業技術センターの研究でも海苔のポルフィランを与えたラットは食物摂取量と体重増加が大幅に減少し、血液内のコレステロールの値も優位に低かった。ポルフィランが胃腸内での脂肪の吸収を妨げると結果が出ています。また他にも海苔に含まれる水溶性食物繊維にも脂肪の吸収を抑える効果があります。熊本県立大学の論文でも海苔の水溶性食物繊維は食事からの脂肪の吸収を抑制して肥満や脂質異常症のリスク低減に役立つと結論付けています。そして海苔はタンパク質やミネラル、ビタミンも豊富です。ダイエットのための食事制限で不足しがちな栄養素を補うことができるのも嬉しいポイントです。海苔の健康効果8つ目は美肌です。海苔に含まれるビタミン C はシミ、そばかすの原因になるメラニンの生成を抑制したり、コラーゲンの合成をサポートするので、シワやたるみを防ぎ、張りのある肌を作り出します。そして他にも、海苔に含まれるビタミン E は血行を促進する働きがあるので、肌細胞に新鮮な酸素や栄養素が届きます。また、ビタミン E はメラニン色素の沈着を抑えて、シミ、そばかすを予防したり、肌の生まれ変わりであるターンオーバーを正常化する働きもあるので、美肌作りを助けてくれるんですね。さらにもう一つ、海苔に含まれるベータカロテンは体内でビタミン A に変換されて、コラーゲンやヒアルロン酸を作り出して肌の張りを改善します。また紫外線から肌を守ってくれるのも嬉しいポイントです。このように海苔には
美肌作りに効果を発揮する栄養素が豊富に含まれていて、海苔を食べることで肌の水分保持やバリア機能を高めるサラミドが増えるという研究結果もあります。株式会社 DHC の研究でも、海苔エキスが肌のセラミドの産生を促進すると結果が出ています。海苔の健康効果9つ目は脂肪肝の予防です。生活習慣病の一つである脂肪肝は、肝硬変や肝臓がんのリスクを高めてしまいます。海苔に含まれる EPA は、血液内の中性脂肪を低下させたり、炎症を抑える働きがあるので、脂肪肝を予防する効果があります。鹿児島大学や佐賀大学などの研究者の論文でも、肥満マウスに EPA が含まれるスサビノリの脂質を与えると、脂肪肝が改善したと結果が出ています。海苔の健康効果10個目はアレルギー症状を抑えるです。海苔に含まれるポルフィランは、アレルギー症状の原因物質であるヒスタミンが体内で放出されるのを抑える働きがあります。中国浙江省食品安全重点研究所の実験でも、マウスに海藻に含まれるポルフィランを与えると、ヒスタミンの産生を減少させ、アレルギー症状が大幅に軽減したと結果が出ています。また、海苔に含まれる水溶性食物繊維は、腸内細菌の餌となるので、腸内細菌が増殖します。この腸内細菌は食物繊維を使ってアレルギー反応を抑制する短鎖脂肪酸を作り出します。東京理科大学の研究でも、食物繊維が腸内細菌によって代謝される際に生成される短鎖脂肪酸をマウスに与えると、強いアレルギー反応が優位に改善されると結果が出ています。このように海苔には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな海苔を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。海苔を食べ過ぎるデメリット一つ目は消化不良です。海苔には豊富な食物繊維が含まれています。特に水溶性食物繊維は便を柔らかくするので、食べ過ぎると下痢を起こすことがあります。消化器官の弱いお子さんや高齢の方、胃腸が弱っている時の食べ過ぎには注意が必要です。また夜に食べ過ぎると胃腸に負担がかかってしまい、睡眠の質が下がるので、こちらも注意したいですね。海苔を食べ過ぎるデメリット2つ目は、甲状腺機能低下の可能性です。海苔を含む海藻類には、ヨウ素という成分が含まれています。ヨウ素は甲状腺ホルモンの材料となる栄養素で、代謝を促すなどの働きをサポートしますが、長期間ヨウ素を大量に摂ると、甲状腺の機能が低下することがあります。なので、海苔や昆布など、海藻類の大量摂取は避けた方がいいです。また、もともと甲状腺に何らかの異常を持っている方は特に注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは海苔の適正量はどのくらいなのか。海苔専門店によると、1日あたり焼き海苔全形2枚程度を摂取目安としています。例えば、ビタミン B12 の摂取量で考えると、海苔全形1枚に約 1.7 マイクログラム含まれているので、全形2枚食べれば、厚生労働省の食事摂取基準の推奨量 2.4 マイクログラムを満たす計算になりますね。他に要素の量も全形2枚であれば、食事摂取基準の上限摂取量 3.0mg を超えることはありませんが、他の海藻類も摂取する場合は、海苔の量を調整していく必要があります。適正量を守って最大限効果を引き出していきたいですね。次に美味しい海苔の見分け方をお話しします。美味しい海苔は表面がカサカサではなくツヤがあります。そして焼き海苔なら一般的に濃い緑色やなるべく黒っぽいものを選ぶといいです。購入する前に比較してみると色の違いがわかりやすいです。産地や収穫時期によっても海苔の味わいや食感は変わってくるので、好みの料理を探すのも楽しいですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント一つ目は、小さい穴を開けると噛み切りやすいです。おにぎりやお寿司に巻いてある海苔。海苔弁の海苔ってしなっているのもあって噛み切りづらいですよね。そんな時は、海苔の表面に小さい穴を開けてあげると簡単に噛み切れるようになります。海苔の穴開け専用のものもありますが、おろし金やフォークでも代用できます。
小さいお子さんや高齢の方などでも噛み切りやすくなるので、海苔が喉に詰まることも予防することができます。食べ方のポイント2つ目は、ダイエットには食前がおすすめです。海苔の食物繊維は胃の中で膨張して満腹感が出るので、ダイエット中には海苔を食前に食べるのがおすすめです。また、海苔をしっかり噛むことで、満腹中枢を刺激されて食べ過ぎを防ぐことができます。次に、海苔と相性のいい食材をお話しします。海苔と相性のいい食材一つ目は米や餅です。海苔は米や餅などの炭水化物と相性がいいです。旅館の朝食などでもご飯と一緒に海苔が提供されることが多いですよね。海苔に含まれるビタミン B2 は米や餅などの糖質を効率よくエネルギーに変えるサポートをしてくれます。朝に海苔と炭水化物を一緒に摂ることで脳の働きが活発になり、一日をエネルギッシュに始めることができるというわけですね。海苔と相性のいい食材2つ目は、タンパク質が豊富な食材です。海苔には貧血予防に効果的な鉄分が含まれていますが、吸収率が低い非ヘム鉄です。この非ヘム鉄は動物性タンパク質と一緒に摂ることで吸収率が上がるので、豚肉や鶏肉を海苔で巻いたり、刻み海苔をかけて食べるのもおすすめです。今回は海苔の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい海苔を適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。